どっかで見たことあるようなポンプの設計図を手に入れ、除水ができるようになった我らが熱。溜めた水で冷水シャワーのお店もオープン。冷たい水で身も心もシャキッとした。今日も開発頑張るぞー。まずは飯まずの不満を解消すべく、燻製所の建設に着手だ。一段高く建設し工夫したことで、燃料が取りに行きやすい場所を確保。こんな感じになりそうろー。なお燃料1で魚さんが燻製後に増えるが、それはネズミ秘伝の技術。前に依頼した古いわけの塔、まだ完成してないのか。その建物の入り口は2階です。なんでそんな設計にした？上り下りが不便でしょ。ネズミあるある。定時間際に燻製所が完成。明日からはネズミたちの食卓に燻製が増えるぜ。軽度の汚染で作業効率が落ちてる。だが彼女は匂いに鈍感で汚染を浴びても否定的にならない。賛同には影響が出ないので適材適所。今日も一日、お疲れしたー。ネズミも80匹まで増えて夜の街も賑やかになったぜ。本日の作業日報。賛同はプラスだが、日々の制作発令で全部消費されてる状況。新プロジェクト開始のため、少々元植林地の範囲を少し縮小。農場合体で小スペース化。おら持ってる金地金全部よこせやー。キリ石と街灯をがっつり横流しして金地金14本の大量ゲット。これで私は大富豪。っておや？なんじゃこりゃ。なんということでしょう。適当にやってた干拓実験成功。見事海水をすべて汲み出すことができた。ポンプで汲み出した水使う予定だった。隣の古いわけの塔今完成したっていうのに。それはポンプを移設ぜ干拓成功のご褒美にこの黄金のにゃんこ像をください。徴税人の船の船主はさすがにくれねえよ。教育が終わったのでロープと漁網の生産を再開。どの程度島の発展に貢献してくれるかわからんが、どうなるかが楽しみだ。初期の農場、今までありがとうございました少しだけ空き地ができた。キノコ栽培リベンジだ。トンネル開通プロジェクトキックオフ。キノコ栽培ついでにトンネル工事だ。手前も少し削って道を敷き、農家さんの移動の効率アップも考えております。なおこれはこの後忘れる。そうなの？トンネル前に採掘キャンプ移設、これで準備完了。あとは掘るだけだな。ぐぬぬ、徴税人待たせてたけど意外と蓄えが少ない。しぶしぶ金3本を放出するもまだ18本残ってる。それでもネズミの食料を限界まで渡す彼女は鬼畜。ガチャは回すまでもなく石造りの小屋の設計図をゲット。なんかこれ前にももらったような気がするぞ。今回もらったのは小屋で前にもらったのは住宅。一人用と二人用だから住める人数違うよ。ああ住宅は一匹狼やいびきとかのやつを、隔離するのに使えるとか使い分けができるのな。そういうこと。今夜も繁盛してる人気のシャワー。ネズミ密集地帯。ここに階段つければ移動が楽になるかなってなんかわからないけど階段が設置できぬ。とかやってたら一日終わってた。燻製が出回るようになって好む食料を食べれたやつは賛同がアップ。今後これも増えていきそうだな。好みの食品は所属ギルドで変わるみたいだよ。さいですか。移民船が来たので3匹受け入れ。期待水準の低い仲間が加入。板の家を石製に改修。これは地味だと言わざるを得ない。そんなん言うなら屋根付き橋を使ってやろうじゃないの。住宅に橋使うあたおか。しかし意外と見た目は良さそう。で橋の後ろに家を連結。果たしてこれはうまく動作するかな？上り下りはおしゃれな螺旋階段にしましょ。だが入り口が塞がれている。昨日の階段作れなかったのもこれが原因か。柵などで装飾してる場合は要注意だぜ。入り口の前に、橋の柵。腕は長いが足は短いネズミ、うまく乗り越えられるかな？下の農地日陰になるけど、大丈夫そうだね。意外と丈夫。こんな感じになりそうろー。あとは柵を越えられるかだけだ。海賊が来たぞー。燃料と街灯で堪忍してください。物資払いが結構ギリギリ。400近く賛同が開封。石造りの家も増えて着実に発展してるぜ。海賊に渡すのに便利な燃料が不足気味なので炭焼き窯を、建てまし。心配だった橋の柵またげるか問題、無事入居者決まりました。よかったぜ。へえ、石造りの家マシマシお待ち。あとはずらっと並べるだけの簡単設計。隣島こと植林島の自然林が半分ほど消滅。コンベア導入で伐採効率が格段にアップした結果だな。植林担当が暇そうだったので、肥沃度気にせず農地を拡大。育たなかったら休耕して、肥沃度回復でも試してみるか。そうしましょ。この肥沃度ゼロの広大な土地、どうしよう。
無計画開発の慣れの果て。とりあえずシャワー使えなくなると不便だから、止水ポンプを海側に再建築しましょ。海なら水が枯れることはあるまい。ロープの生産が稼働に乗ったので、石切港に配給開始。石切効率 25% アップ。働けネズミ、私の黄金のために。こらこら。徴税人を待たせといたぞー。今回は燻製で使う魚の消費量が不安だったので、丸太メインで金2本放出。減った丸太は隣島から地道に伐採。コンベアを共有して倉庫に運んだ。物資ガチャ、今回も回さず一撃で SR 石造りの階段来たー。これでさらにネズミの移動速度が向上できるぜ。気温も上がって暖房の汚染も減って山道も上々。山道にも余裕ができたぜ。有り余る山道で3匹移民をゲット。島民続々増加中。無謀に思えた島民84匹の玉隊長のクエスト、クリアだー。辛い日々を乗り越え大きな町になりました。干拓した土地、なんとなく埋めることにしました。干拓した意味がねえ、最初から埋め立てろよ。さあその見客でポンプを回せー。機会があったらまた干拓も頼むからよろしく。トンネル掘りで出た石をすぐに加工できるように石切り工を建設。下が見習い職人はいない。先生、ちょっと見習い講習お願い。農飯期にすみません、新入りどもに指導お願いします。これでキリ石要員は大丈夫。お疲れしたー。通勤超きつい2匹、ダッシュで帰れ、飯が食えないぞ。今日の参道は688だー。補給物資のお茶が効いてるだけ。密輸業者さんが来たので板を多めに渡して金4本ゲット。こっそりネズミたちの燻製も私楽しみを奪うけど。本当の木が残り1本になったぞー。使わなくなった林道の道を変えたい。これのためにさっき業者に板渡してたのな。いや金が欲しかっただけ小技で板保管できるし。わかりやすい視線度。隣島の木もすべて刈り尽くせー。コンベアを延長して伐採の効率をさらに上げた。探検者なのが残念だけど熟練我慢強いをゲット。3匹増員。隣島こと植林島で、一部丸太の収穫が始まりました。過剰生産。どうせ徴税でなくなるよ。野いちごも大豊作埋め立てて平坦化した土地が見事に農地に生まれ変わったな。奥側も続き整地してます。トンネル工事も着実に進んでおります。ある程度掘ると作業範囲外になっちまうから、その都度移設のサポートしてやらないとだ。採掘はこれがあるから、効率よりもついつい簡単な工法を選択しちゃうよ。適当だな。で採掘キャンプ跡地に小型倉庫を設置、コンベアーでさらに効率アップ。したかったけど高さ制限一マス間違え持ち上げ階段が入らず。ダメじゃねえか。追加工事で掘れば OK。お前、通勤逃走やな。おいちゃんが運んだる。山道使ってネズミ持ち上げ。今日はゆっくり休むといい。まあ効率考えると休ませるより、早朝現場まで運ぶのが正解だな。そんな面倒なことはやらん。うちのレイムさんはわがまま。そんな感じで山道無駄遣いできるくらいの余裕な一日。久々に山道余った。道余りで生産止めてた溶鉱炉、再開のために再建設。汚染のひどい炭焼き窯の隣。徴税人が来たけど出迎えもせず放置。待たせとけー。調整工事が終わってコンベアーの設置が完了。なおトンネル工事終了後、キノコ栽培が始まったらキノコ用に再利用する予定。こっちの採掘場もこんな感じに整備されております。まだまだ改善の余地があるが、この時はこれで満足してたのず。本当の自然林の伐採が全て終わったぞー。あとは掘るなり農地にするなり好きなようにできるぜ。はい、板の家を石に建て直しまーす。ちなみに現バージョンでは石の家が最高品質、コストは高いがこれに建て替えれば後が多分楽になるぜ。おらー、これでも持ってけー。アホほどの魚と丸太を渡し、金地金は一本も渡さず徴税人を帰らせた。お楽しみの補給物資ガチャタイム。さあ今回はどんな設計図が手に入るかな？おこれは、スーパーレアのエレベーター。ネズミたちは、高速の上下移動手段を手に入れた。建て替えが間に合わず、4匹が野宿になり怒られました。建て替えは計画的に。今回の移民は優秀だ。とりわけ匂いに鈍感な甲府が嬉しい。ちょうど汚染の出る溶鉱炉再建したし、うってつけなのが来てくれたぜ。さあ YouTuber は変わった建造物を建てないといけないという法で定められてるので、エレベーター建てるぞー。法で定められてるなら是非もなし。取れ高のためだ、無駄っぽいエレベーター、超長い空中回廊だー。って丸太が足りないだと？そりゃそうなるわな。丸太106本かー、ギリギリ用意できないこともない数。諦めないで作る気？
少し待ったらなんとかなったわ。すべてが伐採された本当の自然林、その一部がこの無駄に長いエレベーターに費やされた。それでは記念すべき1匹目の利用者です。それほど早くはねえ感じ？微妙。なお乗員は最大3匹、アプデで6匹になり動作も改善されるがそれはまた別の話。この高度の板の上を歩くのは玉順案件なので、ロープで柵をつけてあげましょ。風が吹いただけで命の危険を感じそうだ。そんな感じでエレベーターで遊んでた一日でした。まあ少しは使われてるからよし。はい、コンベア延長しまーす。キノコ栽培予定のトンネル工事の進捗は順調。おっと本当の伐採で使ってたコンベアの回収を忘れてた。結構な量の物資回収。回収した資材で通勤の遠い彼のためにコンベアを設置してあげようとするも資材足らず。エレベーター壊せよ。やだー。そんな感じで丸太不足を少々感じた一日でした。でも生産量はあるので使いすぎなだけである。トンネルもだいぶ長くなったので、そろそろキノコ栽培エリアとなる部分を掘るぞー。キャンプも2つになり集中採掘。今まで使ってなかったけどこっそり建てた輸送ハブを稼働。この収納に入ってる銅を移動させます。収納をそのまま撤去すると中身が消滅するので、しぶしぶ輸送ハブを作った模様。こいつが輸送担当か、どんな動きをするのかな？職場についてとりあえず一服。いやいやさっさと銅を運び出しなさい。倉庫を空にする、チェックオン。荷車をして収納庫にかける。ちゃんとわかってるじゃないか、なかなか賢いじゃないの。そして隣の小さい倉庫に適当にしまう。そこはとんがり塔の伐採した木をコンベアーで搬入するつもりの倉庫。そうしたければ細かく設定してください。彼はそこまで気にして作業しません。めんどいから解雇。バイト、即日首。増産した燃料と切り石で地金9本ゲットだー。ネズミたちの楽しみの燻製もこっそり横流しすな。かわいそうだろ。ネズミはその辺の生の魚でも食っとれー。ひでえ。孤軍奮闘するぼっちの環境が改善されました。だがそこを開拓する意味はほぼない。金地金を守るために色々差し出すも3本持ってかれました。くだらん開発の丸太不足でちょっと納税がきつくなってきたぜ。移民は俊敏交付を採用。交付は荷物を多く持てるから燃料の運搬とかで便利。さあお楽しみのガチャタイムが来たぞー。お母さん 50% なのに設計図でない。私はお前のお母さんじゃねえ。よっしゃー、欲しかったウルトラレア中型倉庫が来たー。倉庫の容量が少なくて苦労してたが、これで色々と島開発がはかどりそうだぜ。コンベアーにも繋がるから自動化も進むね。よかったな。ガチャ大当たりでテンション上がった一日でした。倉庫に合わせて都市計画とか楽しみが広がるぜ。翌日はある程度採掘が進んでたのでキノコ栽培を開始。今回はしっかり作物適性も確認、無事育つといいな。海賊に燃料を渡したけど結構在庫少なくなったな。いやさっきお前が密輸で大量に横流ししたからだろ。そうだった。移民船が来たので農業見習い太っ腹と探索太っ腹を受け入れ。大食いが増えると食料の消費が増えるぞ。まあキノコも育て始めたし太っ腹でもどんと来いよ。こうして総勢96匹、ネズミたちの開拓は続く。では前回失敗したキノコ生産のリベンジに成功したところで炭鉱夫と協力して農地を広げる姿を見ながら今回はここまで。通勤超きついネズミも頑張れーと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。でもエレベーターは使わせません。ここから見えるエレベーターを見ながら彼らは今日も働く。彼らは島を発展させ幸せを手に入れることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。